富士山六体妖怪。富士山、日本で最も知られた山であり、古くから神が宿る霊峰として信仰されてきました。しかし、多くの人が知らないもう一つの伝承があります。で、それは富士山には古くから六体妖怪が住んでいるという言い伝えです。山の霧を動かす者、水を見守る者、花へ昔話を語る者、そして人知れず富士を守り続ける者。江戸時代の古い記録や山麓に残る口伝には、その名が今もわずかに残されていると言います。果たして、それは単なる昔話なのでしょうか、それとも、今なお富士山のどこかで息づいているのでしょうか。それでは、富士山六体妖怪をご紹介します。1、上場さん。木々が落ち葉を始める頃、富士山北麓の森に姿を現すと伝えられる古い妖怪。風のない夜でも落ち葉だけが渦を巻くことがあり、その中心には上場さんが立っているという、その姿を見た者はいない。しかし翌朝、山道は落ち葉で埋め尽くされ、まるで一晩かけて誰かが敷き詰めたようになっている。2、水すき。富士山の地下を流れる伏流水に宿るとされる妖怪。古くから泉の水位が突然変わるのは、水づきが通った価値だとか張り継がれてきた。湖面が鏡のように静まり返る夜。水すきは、水底から静かに富士山を見上げているという。3、須賀山。霧の深い日にだけ現れる山そのものの化身とされる妖怪。巨大な岩を音もなく運び、崩れた山道を元の姿へ戻しているという。昔の木こりたちは岩の位置が変わっていても決して驚かなかった。それは須賀山が夜のうちに山を整えた証だと信じられていたからである。絵話。春になると河口湖へ流れ込む川沿いを歩くとされる妖怪。満開の花々へ静かに昔話を語り聞かせるという。風のない夜に花の間から囁くような声が聞こえたなら、それは絵話が古い記憶を花へ伝えている声なのだという。5、下すか。富士山麓の鼓動を守るとされる妖怪。夜明け前になると誰もいない山道に足跡だけが現れるという。その足跡を追っても必ず途中で消えてしまう。古い言い伝えでは、下すかは山を敬う者を正しい道へ導き、山を恐れぬ者には終わりのない山道を歩ませるという。6、保外人。最も正体が分かっていない存在。その姿は人とも鬼とも異国の神とも伝えられている。富士山が荒れ、災いが近づく夜。保外人は山麓を巡り、人には見えない結界を張るという。だからこそ昔の人々は大きな災いの後に山が静けさを取り戻すと、保外人が再び富士を守ったのだと語り合った。以上、富士山六体妖怪を紹介しました。もちろん、これらの伝承は古い文献にも詳しい記録が残っておらず、
実在したかどうかは分かっていません。しかし、山には昔から、人の知らないものが住んでいるという言葉があります。もしかすると、私たちが気づいていないだけで、上場さんも水すきも、須賀山も今もどこかで静かに富士山を見守っているのかもしれません。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の伝承でお会いしましょう。なお、地元の方に聞いても誰も知りませんでした。